今日はですね、川崎の忍者 ZX-10R を試乗しています。まず最初にお断りしておかなきゃいけないのが、私程度のアベレージライダーがですね、インプレッションしたところで、到底ですね、こういった最新のスーパースポーツの美味しいところまでは使い切ることができないということで、高速道路やワインディングを含むツーリングで使ったらどうなのかと、そういった部分にフォーカスしてインプレッションしてみたいと思います。例えば限界走行でのフィーリングであったりとか、ハンドリングであったりとか、そういったものは専門誌のですね、詳しいインプレッションなどをご覧いただければと思います。この忍者 ZX-10R なんですけれども、エンジンは 1000cc の水冷4ストローク4バルブ DOHC 直列4気筒エンジンですね、搭載しています。それをですね、抱え込むフレームは極太のアルミフレームということで、これもですね、いかにも最新鋭のスーパースポーツらしい構成となってます。フロントは同立フロントフォークでフルアジャスタブル、リアはですね、オリオンタルバックリンクという川崎独自のレイアウトを採用したサスペンションを搭載しています。こうして高速道路を流している限りでは、まずエンジンに関して言うと非常に扱いやすいですね。この手のオートバイ、扱いやすいということが常に褒め言葉とは限らないんですけれども、それにしても、乗りやすいことは事実ですね。こうしてですね、高速道路を流すレベルなら本当にツーリングバイクと変わらないような感じで穏やかに乗ることができますね。スロットルもスーパースポーツだからといって、別段神経質なところもなく、非常に扱いやすい、そう言えるんじゃないかと思います。ちょっと開ければこのようにですね、速度がすぐに乗ってしまうんですけれども、アクセルワイヤーにテンションがかかるかかからないか、そのあたりの領域、ドカンとパワーが出るんじゃなくて、あくまでも二次曲線的にパワーが盛り上がってくるので、パカッと開けるのもあんまり怖くない、そういう気がします。ハンドルバーにはちょっとピリピリとしたちょっとざらついた感じがあって、そういう意味ではですね、没個性となりがちなこの手のオートバイの中にあって、結構乗り味も豊かというか川崎らしい、そんな感じがします。それにしてもですね、このエンジン非常に力強いです。ちょっと回そうと思ったらもう公道ではほとんど1速もしくは2速、3速ぐらいまで入るとどうにかツーリングペースで走れるかなと、そういう感じなんですけれども、一方ですね、高い方のギアですけれども、6速入れてみますけれども、この低い回転域で6速に入れてもアクセルをひねるだけでもどこからでも加速する、そういう力強さ、そしてフレキシブルなキャラクターがあります。そういう意味では、シフトチェンジをサボるような、ツーリング的な使い方にも十分使えそうな懐の深さ、そういうものがあります。やはりですね、最新鋭のスーパースポーツということで、足回りも非常にいいです。この力強いエンジンに組み合わせる足回りなんで、相当な性能が要求されるとは思いますけれども、パカッと開けた時にもですね、リアが非常にソフトなんですけれども、うまく踏ん張ってくれて、路面を確実に捉えている。もう本当に路面に根が生えたかのようにリアタイヤグリップしてくれますね。低いギアでギアを高開けしたとしても全く、リア周り動じることがないですね。一方ですね、フロントフォークなんですけれども、フロントフォーク、実はこれ私非常に好きなフロントフォークなんですけれども、昭和のビッグピストンフロントフォーク、搭載しています。このフロントフォーク、以前 6R を試乗した時に体験済みなんですけれども、非常にしなやか、なおかつ乗り心地がいい、そして奥の方では確実に踏ん張ってくれるということで、もう性能的には本当に文句のつけようもない、いいフロントフォークだなと、個人的にはそう思います。このオートバイ、ハンドリングはですね、この程度の速度で走っている限りでは本当にもう何しようが何も起こらないと、それぐらい盤石のハンドリングだなと、そういう気がします。この前後足回り非常に動きがいいので、本当に乗り心地も良くてですね、やはり最近のスーパースポーツ乗りやすくなってるなと、そういう気がします。そしてブレーキなんですけれども、さすがにこの 10R に関して言うともう完全なですね、サーキット向けの味付けというか、もうリアブレーキはほぼ効かない感じですね。フロントブレーキはもちろん指1本で、フルロックまでいけそうな効き具合、そういう味付けになってます。
ただリアブレーキ効かないとは言ってもですね、車体の姿勢をコントロールするときに引きずったりとか、もしくはですねトラクションを調整するために踏んだりとかするときにはやはり使いやすい味付けになってるなと、そういう感じがしますね。はい、そしてですね、この忍者 ZX-10R、細かい部分をご紹介していきますと、現在考えられる電子制御関係はもうほぼフル装備という感じですね。そしてメーターパネル、今カメラの下の方で捉えていると思いますけれども、タコメーターがですね特徴的な LED だと思いますけれども、インジケーターです。そしてスピードメーターはデジタルの液晶タイプ。ここでですね、トラクションコントロールのモードであったりとか、パワーモード、そして時計、気温、そういったですねさまざまな状況が把握できると。オートバイ用のですね、トリックコンピューターと言っても差し支えないぐらい多機能なメーターになってます。そしてですね、このメーター、タコメーターなんですけれども、視界の端にこのメーターを捉えておけば、おおむねエンジンの回転数がどの辺りにあるのかっていうのを直感的に把握できるので、非常に使いやすいです。そしてですね、ちょっとですね、カメラでは捉えてないかもしれませんけれども、オーリングのステアリングダンパーが採用されています。これが結構いい仕事をしているという感じがします。最近のスーパースポーツ、こういったですね、本当にレースマシンと変わらないようなハンドリングを追求したオートバイっていうのは、例えば路面のアンジュレーションであったりとか、微妙な凹凸、そしてギャップですね、そういったものを拾ったときにどうしてもハンドルが振られがちになったりとか、振られたその影響がですね、車体全体に及びやすいんですけれども、このオーリングのステアリングダンパーを採用しているということもあってですね、そういったものに遭遇したとしてもですね、ハンドリングは非常に安定してます。あと川崎らしいといえば川崎らしいんですけれども、リアのですねタンデムステップ、この辺りにですね非常に使いやすい形状の2掛けフックがあったりとか、この辺り必要なものは必要だっていうことで、川崎、つけてくることが多いんですけれども、やはりですね、こういったスーパースポーツであっても、多くのライダーがツーリングに使うであろうと、いうことで、2掛けフックなどを省略することもないというのは非常に川崎らしい姿勢として評価できると思います。そしてこの忍者 ZX-10R、非常にいいなと思うのは例えばアクセルを開けながらの車線変更、こういったですね太いタイヤ、そしてハイパワーなエンジンのオートバイだと非常に重くなるということもあるんですけれども、この 10R に関してはそういうことは全くないですね。アクセルオンのままでも車線変更も自由自在にできますね。ポジションに関しては意外とやはり楽ですね。最新のスーパースポーツ、各社ともその傾向はあるんですけれども、あまり極端な前傾でもなく、疲労度は非常に少ないですね。忍者 ZX-10R で、いつものワインディングに入りました。現在考えられる電子制御類はほぼ、満載ということで、こういったですね、先の見えない、いかにも日本らしい狭いワインディング、こういった場所をですね走るにしてもですね、そういったものが、いざという時の、保険になっているというのは非常に心強いですね。もちろんこういった荒れたワインディング、しかも狭いと、こういったところでは無理は禁物なわけですけれども、いずれにしてもですね、そういったものが、最終的にはライダーのコントロール余地を保証してくれるという意味では、こういったワインディングを走っていてもですね非常に安心感がありますね。トラクションコントロール、搭載されているトラクションコントロールは、レースタイプの予測型ということで、あとですね ABS もですね非常に緻密な、制御をしている ABS ということで、こういったものにですね、お世話になるというのは、このワインディングではもう不可能だと思うんですけれども、いずれにしてもですねそういった、ものが搭載されているという心の余裕、それは絶大なものがあります。そしてこの忍者 ZX-10R、やはりですねこういった荒れたワインディングに持ち込んでも車体は非常に安定してますね。まず前後の、足回りの動きが非常にいいので、こういった荒れたワインディングだと、フロントタイヤ、リアタイヤかなり激しく上下動しているんですけれども、それに伴って多少車体の方も、ピッチング、起こすわけですけれども、ちょうどですねマスが非常に集中しているというのと、ライダーの着座位置がオートバイの中心にあるので、ライダー自体はそれほどギャップを拾ったとしても振られることがない、そういった意味で乗り心地も非常にいいですし、機械がぶれないという意味ではコントロール性も非常に高いですね。ブレーキングもですねもう指1本ですね。
私は普段こういったワインディングを走るときは必ずリアブレーキも併用するんですけれども、さすがにこの、ZX-10R のブレーキ、非常にフロントだけでもですねコントロール性が高いので、リアブレーキ使わなくてもなんとかなってしまう、そういった使いやすさがあります。あとですね、ハンドリング、こういったですね回り込んだコーナー、こういう時でもですね、フロントの、昭和のビッグピストンフロントフォークの接地感がすごいので、全く不安感がないです。ハンドリングも非常に軽いです。こうアクセルオンのままでもちょっとしたですね、ラインの変更とかはもう思うがまま、やはりですね最新のスーパースポーツすごいなと思います。やはり ABS の介入はかなり遅めですね。ハンドリングはもう本当に、今私リーンウィズのまま乗ってるんですけれども、もう目線を向けるだけで本当にそっちの方にぐいぐい回ってってくれる、そういう軽やかさがあります。使いやすいです。先ほどのワインディング登り切ったので先ほどちょっと折り返したんですけれども、この 10R ちょっとですね U ターンの時は気をつける必要がありますね。まずタンク上面が、非常に面積が広く張り出した部分があるので、ちょうどフルロックまでハンドルを切るとちょうどアクセルを担当している右手と干渉してしまうようですね。なのでこの辺り、慣れの問題ではあるんですけれども、U ターンとかでこうハンドルと、タンク、接近するのでアクセル操作が阻害されて立ちこけみたいなことになりかねませんので、ちょっとその辺りは注意が必要かなと、そういう気がします。そして例によって今撮影機材の関係で私リーンウィズのままそのまま乗ってるんですけれども、ハンドリングは実にこういった下りになってもですね軽やかですね。もう本当に目線を向けるだけでマシンが勝手にそっちの方に曲がってってくれる、それぐらいこうフレキシビリティがあるというか扱いやすいハンドリングですね。なかなかこう、スーパースポーツで下りのワインディングというと怖いバイクもあるんですけれども、この 10R に関して言うと全くそういうこともないですね。やはりこの昭和のビッグピストンフロントフォーク、これ効いてますね。やっぱり乗り心地が非常にソフトなんですけれども、こう細かく動いて路面を執拗に捉えて離さない、そういう感覚があります。フロントフォーク沈んだ時も全く作動性が落ちるっていう感覚がないですね。こういった細かい切り返しも思うがまま、それぐらい軽いハンドリングです。この忍者 ZX-10R 今日試乗して思ったのはやはり最新鋭のスーパースポーツ、技術的な進歩はすごいなということですね。そしてですね、こういったオートバイを公道で味わうこと、それはどうなのかという意見はあるとは思いますけれども、こういったですね最新のスーパースポーツならではの、非常にシュアーなハンドリング、そしてこう緻密な足回り、そしてですね、最先端の電子制御技術、そういったものを味わうにはですね、やはりこういったオートバイしかないわけで、こういったスーパースポーツを公道で乗ること、それはそれで意味があるんじゃないかと思います。またですね、このスーパースポーツ、やはりですね速度はそれなりに出てしまうオートバイなので、乗るときには自制心は必要だと思いますけれども、こういった、ワインディング、無理せずに最先端のオートバイ、乗ってみるのはですね非常に楽しいですね。